知ってる？ちょこっとだけ世界の見え方が変わるかもしれない話。今回は呪術か魔法か、それとも科学？一緒に覗いてみよっか。それは呪術か魔法か、それとも科学なのか。呪術とは自然の流れを読み、木、火、土、金、水、この世のすべてを5つの巡りとして捉える考え方。それを整える技術。その源流には役行者の存在があります。奈良県の葛城山や大峰山で厳しい修行を積んだ人物と伝わっています。大地の流れを読み取り、その力と向き合ったと言われています。彼の弟子は前鬼と後鬼という2体の鬼だったといいます。鬼さえも味方にした人物。その力の源は孔雀明王の呪法。毒蛇すら喰らう孔雀の力にあやかった重複の秘術。この種を治めた縁の行者は鬼神を自在に操れるようになりました。彼が神さえも従えた話は、第11話、実在した最強の呪術師縁の行者で詳しくお話ししています。その術は今も山伏に受け継がれています。その代表が九字と呼ばれる秘術。臨氷当社海人列在前。9つの文字を唱えながら指で塔の印を結ぶ。宙に縦4本横5本の線を切る。結界をその場に刻む所作。魔法とは意志の力で、火、水、風、土。この世界はいくつかの法則で成り立っている。現実そのものを書き換えようとする行為。その思想の源流にヘルメスという存在がいます。言葉が世界を作ると考えられた伝説的な存在。ヘルメスの教えは一枚の石板に刻まれたと言われます。その言葉こそ上のごとく下もまたしかりという一節です。
彼が手にしていたと伝わるのが、2匹の蛇が絡み合う杖。カドケウス。生と死、秩序と混沌をつなぐ杖。彼には、タトとアスクレピオスという2人の弟子がいました。ヘルメスは対話形式で、彼らに秘技を説いたと言います。残した書物は、実に42巻にも及んだと伝えられています。その多くは失われ、今も全貌は謎のままです。一見、全く違うこの二つ。呪術も魔法も星という形を使います。五芒星はエネルギーを閉じ込め循環させる図形。日本の陰陽師、安倍晴明も同じ星型を魔除けに使いました。魔法陣は宇宙の力を地上に移す鏡。どちらも見えない力を扱うための装置です。しかし本質はとてもよく似ています。そしてもう一つ重要なのが触媒。呪術では自然の力を宿す器。魔法では意志を集中させる道具。その触媒の究極の姿とされたものがあります。賢者の石。あらゆる物質を黄金に変え、不老不死をもたらすという西洋の錬金術師たちが生涯をかけて探し続けた最終到達点。そして現代、イギリスの SF 小説の巨匠アーサー・C・クラークは言いました。十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。魔法と区別できるものはまだ未完成なのかもしれません。実際、初めて電話を見た人々はそれを魔法だと信じたそうです。そしてもう一つ驚くべき事実があります。万有引力を発見した科学の父アイザック・ニュートン。彼がその人生で残した文書の多くは自然科学ではなく錬金術と聖書の予言に関するものでした。後世の経済学者は彼をこう評しています。理性の時代の最初の人ではなく最後の魔術師だった。そして今
私たちは、その魔法のような技術を、まるで当たり前のように使っています。スマートフォン、通信、アルゴリズム、AI。目に見えない力で現実が動いている。呪術も魔法も科学も、ただ名前が違うだけなのかもしれません。スマホや PC から目を離し、空を見上げてみてください。何もないように見える空間。でもそこには膨大な電波が飛び交っています。100年前ならそれは魔法だったはずです。今の私たちはそれを科学と呼んでいるだけ。私自身も誰かの目には魔法のように映っているのかもしれません。境界は思うより曖昧です。不思議なのは、魔法が存在することではありません。これほど不思議な世界にいながら、それを当たり前だと受け入れてしまっていることの方が、よっぽど不思議だと思いませんか？私もこの世界の不思議さにいつも少しだけ驚いています。それを感じようとするだけで、いつもの帰り道が少しだけ違って見えるかもしれません。この世界は私たちが思っているよりもずっとワクワクと不思議に満ちています。そしてきっとあなたがその不思議に気づいてくれる日を、この世界はずっと待っています。また一緒に静かに不思議がりましょう。次回、限界の先にあるもの、修行と悟り。あなたは知っていますか？今回は少し不思議な話でしたね。どこまでが魔法で、どこからが科学なのか。最後まで一緒に見てくれてありがとう。まだまだ話していないことがたくさんあるんです。ロマンを集めて、ここで静かに待っています。こんな物語がお好きなら、チャンネルを登録しておいてくださいね。また会いに来てくれたら嬉しいな。